こんにちは、北海道ゴルファーのアゼリアルです。ついに2023年のメジャーシリーズ第1戦マスターズが始まります。今回はこちらのタイムテーブルでマスターズをぐぐっと掘り下げていきます。見たいシーンに飛んで視聴していただいても結構です。できればね、最初から最後まで見ていただけると嬉しいです。大会の歴史やコースガイドについては別の動画で上げていますので、よかったらそちらもご覧ください。概要欄にもリンクを貼っています。ではですね、まず大会日程からいきましょう。今回で87回目を迎えるマスターズは4大メジャー大会の一つで、今年は4月6日から9日に開催されます。他のメジャー大会との違いは、毎年同じコースで開催されることで、伝統的にオーガスタナショナルゴルフクラブでのみマスターズは行われます。前年度の優勝者はアメリカのスコッティ・シェフラー、10アンダーでの優勝でしたが、2021年松山英樹選手が優勝した時も10アンダーとくしくも連続で同じスコアとなりました。最終日のリーダーボードでアンダーパーを出したのが9人しかおらず、マスターズの難易度が上がっていることがわかります。優勝賞金は5年単位でどんどん上がっており、去年2022年は1500万ドルの賞金総額で、優勝者には270万ドルが贈られました。しかし、マスターズで優勝するということは、お金には決して変えられない特別なものがいくつもあります。まず何といっても、マスターズに勝利したという生涯残り続ける名誉。4大メジャー大会の中でもマスターズは特別です。さらに忘れてはいけないのがグリーンジャケット。もちろん歴代優勝者しか着ることができず、優勝後1年間以外は持ち出し禁止の代物です。大会日程はこのようになっています。大体の選手は2日の日曜日に到着し、徐々に練習ラウンドに出ていきます。前週の試合に出場している選手は終わってすぐに移動して3日からというのが普通です。4日火曜日には歴代優勝者のみが参加できるチャンピオンズディナーが開催されます。今年のホスト役はスコッティ・シェフラー。その前は松山英樹選手が務め、多くの歴代チャンピオンに称賛されていました。先日もその記事がアメリカで出ており、フレッド・カプルスらは今までで一番の経験だったと語っていました。今年松山選手は少しでも余韻に浸りながら楽しむことができればいいですね。5日水曜日にはパー3コンテストが開催されます。オーガスタナショナルゴルフクラブにはパー3コンテスト用のショートホールが9つあり、伝統的にトーナメントが始まる1日前に開催されています。このイベントの特徴は、プレイヤーの家族がキャディーとして参加することで、家族向けの楽しい雰囲気の大会となっていることです。過去には青木功さん、中島恒之さんが優勝しており、青木功さんはなんと2度も優勝しています。ちなみにパー3コンテストの優勝者がそのまま本戦も優勝したことはありません。6日、7日は予選ラウンドが行われます。マスターズの予選カットは通常の大会とは少し違い、フィールドの人数が少ないこともあって上位50位以内までとなっています。8日、9日は決勝ラウンドが行われ、優勝者を決定します。続いて開催コースです。マスターズトーナメントはジョージア州にあるオーガスタナショナルゴルフクラブでのみ開催されます。東海岸側にあり、フロリダ州の上に位置します。オーガスタの特徴は何といってもその美しさ。フェアウェイやグリーンだけではなく、コースの細部までしっかり手入れの行き届いた木の打ちどころがないコンディションです。また規則が厳しいことでも知られ、観客は携帯電話やその他電子機器の使用を禁じられています。また走ったり大声で話したりすることも禁止です。もし規則を破った場合、永久に追放されることもあるほどです。現在のコース全長は7545ヤードとなっており、歴代最長。今年は13番ホールのパー5が510ヤードから545ヤードへ35ヤード距離が伸びました。7500ヤードを超えてくると PGA でもかなり距離が長い部類で、それに加えてオーガスタはガラスのグリーンと呼ばれるほどパッティングが難しいので、ハイスコアはなかなか出ません。また各ホールに名前が付けられており、真のゴルフ好きはぜひ覚えておきましょう。それでは今大会の主な出場者を見ていきます。
全89名が参加していますが、ここでは最近調子のいい選手や注目の選手を30名選びました。右が出場者の全リストです。今回の注目どころといえば、リブに所属しているゴルファーも計17名参加していることで、ファンはいやおうなしに PGA 対リブの構図で見てしまうことでしょう。選手もそれは感じているようで、何人かの選手はいろんな意味でギクシャクした雰囲気になると発言していました。最近の試合で優勝しているのはカート北山、キーガン・ブラッドリー、クリス・カーク、サム・バーンズ、ジャスティン・ローズ、ジョン・ラーム、スコッティ・シェフラー、マックス・ホマあたりです。特にジョン・ラーム、スコッティ・シェフラー、マックス・ホマの3人は今季すでに複数回優勝していて調子がいいです。今大会でも注目されるのは間違いないでしょう。そしてタイガー・ウッズが今年もオーガスタに帰ってきます。今季はすでにレギュラーシーズンのジェネシスインビテーショナルに出場していて45位タイでフィニッシュしています。以前話していた予定通りであれば、今年は4つのメジャー全てに参戦するそうで、タイガーを試合で見られる残り少ないチャンスとなりそうです。フィル・ミケルソンを含むリブ組との接触はあるのか、チャンピオンズディナーでは会話があるのかなど気になる要素満載です。今週はね、PGA とリブの選手が何かアクションが起きるたびに話題となりそうです。それでは今大会に出場する日本人選手を紹介します。今回のマスターズでは2人の日本人選手が出場します。1人は皆さんご存知松山英樹選手。2021年のマスターズ覇者であり、日本の絶対的エースに君臨しています。まずはじめに言うと、今大会への期待度ですが、正直なところそこまで高くはないです。ここ 2,3 年は怪我の心配がつきまとい、先日の試合でも途中棄権するなど万全とは言えません。しかし松山選手のすごいところは、そんな状態でもハマれば一気に優勝できる力を持っていること。実際2021年にマスターズを勝った時も、その試合に行くまでそれまで決して調子が良かったわけではありませんでした。なので今回もぶっちゃけ期待値はそこまで高くないですが、何が起きるかは分かりません。松山選手は今季ここまで13試合に出場し、トップ10に2回入っています。ここまでフェデックスカップレースでは228人中68位。ここで125位までに入れば翌シーズンのシード権を獲得できます。ただ松山選手はシード権を獲得できるかどうかの選手ではなく、優勝を狙っていくラインの選手なので、例年より低めの順位になっています。最後の調整の場に選んだ先週のバレロテキサスオープンでは15位タイに入り、順調な仕上がり。ショットのキレが素晴らしかったので、それが続けられればチャンスはあります。結局松山選手の場合はパッティングが全てです。ショットやグリーン周りは世界でも指折りのもうトップクラスなので、パッティングさえ入れば必ず上に来ます。気になるペアリングですが、個人的予想、願望も含めてですけど、シャウフェレとホブランドあたりだといいかなと思います。2人目は比嘉一貴選手。沖縄出身で昨年の日本の賞金王です。先週 PGA の試合に出ており、そこでは残念ながら予選落ち。その前には DP ワールドツアーやアジアンツアーに出て調整をしていました。そこではしっかり成績も残せているので、調子自体は悪くなさそうですし、海外への適応力もありそうです。比嘉選手は158センチと小柄ながらパワフルなスイングで年間4勝を挙げました。ショットの正確性が高く、昨シーズンのパーオンキープ率が1位、フェアウェイキープ率も22位でした。ショートゲームのスタッツもいいので、非常にバランスが良く安定感がある選手です。先週を除き PGA ではこれまでまだ5試合しか出場しておらず、さらにアメリカ本土での試合は未経験でした。2週間ほどで合わせていくのは大変ですが、日本のエースとして活躍してほしいですね。今年は日本人選手の出場が2人だけと少し寂しい気もしますが、比嘉選手は日本ツアーを代表して戦うわけですから、多少のプレッシャーはあるかもしれません。問題なのはやはりオーガスタの距離についていけるか。それでもなんとか意地を見せて、まずは予選通過、そして上位フィニッシュが期待されます。それでは最後に注目選手5人の発表と優勝予想のコーナーです。
今回は今までで一番悩みました。皆さんの優勝予想もぜひコメントしてみてください。それでは早速1人目の発表です。1人目はアメリカのジョーダン・スピース。2015年のマスターズチャンピオンです。日米問わず世界的に人気で、今の PGA ではおそらく3本の指に入る知名度を誇っています。これまで様々な伝説を残してきており、あと全米プロを取ればグランドスラムを達成するところまで来ています。マスターズを得意にしており、過去トップ10に4回も入っています。昨年は初の予選落ちを経験しましたが、相性の良さは折り紙付きです。加えてですね、今年はとても調子が良く、全盛期再来の雰囲気があります。スピースといえばショートゲームのうまさがパッと思い浮かびますが、それに加えてエンターテイナーなんですよね。難しいショットで観客を沸かせたり、とんでもないライから直接入れたり、見せ場を作るのがうまい。そういった意味ではタイガーの後継者に一番近いのかなと思います。2人目はオーストラリアのジェイソン・デイ。マスターズでの最高成績は2011年の2位タイ。近年ジェイソン・デイは成績が下降し、昨年に至ってはマスターズへ出場すらできませんでした。しかし今年のデイは違います。今年に入ってからの7試合は全てでトップ25のカテゴリーに入り、うち4回はトップ10。残すは優勝ですが、今回のマスターズは大いにチャンスがあると見ています。今季ここまで残しているスタッツも素晴らしく、ほとんどが上位。中でもストロークエンドトータルというのは総合力を表したものですが、そこで5位に入っています。今のストロークエンドトータルのトップ5は、ジョン・ラーム、スコッティ・シェフラー、マックス・ホマ、トニー・フィナウ、そしてジェイソン・デイなので、いかに実力者が多いかわかると思います。個人的にもとても好きな選手なので、今回は頑張ってほしいです。3人目はアメリカのパトリック・キャントレー。現在世界ランク4位で間違いなく世界トップクラスの実力を持っています。しかしこの選手、残念ながらメジャーでの優勝がなく、そのせいでいまいち評価が低いです。やはり PGA などはメジャーで優勝してこそみたいなところがあるんですよね。実は松山選手と同い年で誕生日も近いです。とにかくメジャー戦にかける思いは人一倍強いと思います。今季は8試合に出場してトップ10が4回、うち2位が1回とまずまず。キャントレーは毎年シーズン終盤あたりで勝つタイプなので、例年通りではあるんですけどね。マスターズでは2019年の9位タイが最高成績。なかなかメジャー戦になると上に来ない選手なので予想しづらいタイプではあります。しかし直近の成績や調子を見ていると、今年は期待できるのではないかと優勝予想の一人としました。4人目はアメリカのサム・バーンズ。現在26歳で前年度の優勝者スコッティ・シェフラーやウィル・ザラトリスらと同じ世代です。間違いなく次の PGA の顔となる世代で、サム・バーンズはその筆頭格。昨年シーズン3勝を挙げブレイク。今年もつい最近の大会で優勝し、しっかりマスターズに合わせてきています。この選手のすごいところは、なんといってもパッティング。特にミドルからロングパットの精度、確率はすごいです。さらに、ワンパットパーセンテージというスタッツでは 45.45% で6位。実に半分弱の確率でワンパットで沈めます。オーガスタはグリーンが難しく、なかなかピンそばに寄せられないので、サム・バーンズのようなパッティング巧者は絶対武器になります。問題となるのは、大舞台での経験がまだ少ないこと。いつも通りの力を発揮できれば、今の調子であれば必ず上位に来ます。スコッティ・シェフラーとは親友なので、今年サム・バーンズが優勝してグリーンジャケットを着せてもらうというのもね、いいシナリオかもしれません。最後5人目は北アイルランドのローリー・マキロイ。間違いなく今大会の主役の一人となる選手です。というのもマキロイはあとマスターズを取ればグランドスラム達成となります。昨年は最終ホールでミラクルチップインを沈めるなど大いに任せ、自己最高位の2位でフィニッシュ。それは必ず自信につながっているので、今大会への期待は大きいです。さらにここ数試合の成績もまずまずで調子も悪くありません。仕上がりを見ていると十分にあるのは間違いないんですが、
以前地元で開催された全英オープンでは気合が入りすぎたのか空回りして予選落ちというね苦い経験もあるので、今回はどう落ち着いてプレーできるかが鍵でしょう。もし優勝争いしたまま最終日を迎えた場合、かなりの確率で勝つんではないかと予想しています。スタッツ的にも素晴らしく、ドライビングディスタンスに至っては 326.6 ヤードとおかしなことになっています。もちろんこれは PGA で1位で、昨シーズンは 321.3 ヤードだったので、さらに5ヤードも伸びています。このトップクラスの飛距離を持った選手がさらに5ヤード伸びるというのは尋常ではないです。問題はやはりパッティングで、スタッツにもはっきり出ている通りそこまで良くありません。最近はパターを変更するなどして少しずつ良くなっているので、グリーンへのアジャストが大切ですね。こちらが私が選ぶ注目選手5人です。最後まで迷ったのはザンダー・シャウフェレとジョン・ラームだったんですけど、最終的には勘で決めました。もちろんスコッティ・シェフラーも迷ったんですが、さすがに連覇は難しいのかなと。マックス・ホマあたりもね面白いですけどね。さあ最後に優勝予想です。マスターズ2023チャンピオンはジョーダン・スピースと予想します。理由は3つあります。1つは今年スピースらしいゴルフができているから。スピースが調子のいい時は体感的にワンラウンドに1回チップインが出ます。それがここのところしっかり出ていること。2つ目はオーガスタと相性がいいから。今のスピースはドローもフェードもしっかり操れるので、そういった面でもかなり有利です。持ち前のパッティングの天才的うまさも加味されて間違いなく上位に来ると思います。3つ目は勘です。久々のメジャー優勝を達成してほしいというね願望もあります。この中でリブの選手を1人ぐらい入れたかったんですが、ほとんどリブの試合を見ていないので誰が調子がいいのかわからなかったんですよね。先日のリブの大会ではブルックス・ケプカが優勝したそうなので、ミスターメジャーであるケプカも怖い存在となりそうです。これでねリブの選手が優勝でもしたらどんな空気になるんでしょうね。さて予想コーナーは以上となります。ぜひ皆さんの予想もお聞かせください。最後に見どころをまとめておきましょう。今回の見どころはまず PGA 対リブの戦い。松山選手の優勝争いはあるか、そして比嘉選手の上位進出なるか、そして何よりローリー・マキロイのグランドスラム達成なるかといったところでしょう。当チャンネルは PGA を中心にゴルフ情報を発信しています。いろんな動画を出していますのでよかったらご覧ください。それでは今週は一緒にマスターズを楽しんでいきましょう。